ワーキング会議の紹介動画です。最後まで見てください。前半は八尾市障害者基本計画ワーキング会議の紹介、後半は作業所の紹介です。八尾市障害者基本計画ワーキング会議についてお話しします。八尾市障害者基本計画ワーキング会議は、障害当事者やその家族、またボランティアや支援者などが行政と一緒に行っている会議です。平成14年度に発足し、来年で20年になります。皆さんご存知でしょうか？発足のきっかけは、行政に要望や意見だけを言うのではなく、自分たちでできることからやってみようという思いからです。行政と話し合いながら一緒に、行動する、これがポリシーです。次にワーキング会議がどのように行われているかをご紹介します。毎年4月にその年度の会議メンバーになってもらえる人を募集します。そこから約2ヶ月に一度のペースで集まり、活動を行っています。これはワーキング会議の実際の活動風景の写真です。ここにいるメンバーの半数以上は障害者であり、その種類も様々です。困りごとや悩み事などバラバラな中で、お互いを理解し合いながら市の政策について考えや意見を出したり、理解啓発などを行っています。またワーキング会議にはクレヨン組という愛称があります。その由来は、一人一人さまざまな個性を持つメンバーが集まっているということです。次に、これまでワーキング会議で取り組んだ事業を紹介します。一つ目はチャリンコバスターズです。歩道上にずらりと並ぶ放置自転車、車椅子利用者が通れません。視覚障害者が点字ブロック上の自転車にぶつかるなど、このような状態では障害者は安全に外出することはできません。そこでワーキング会議メンバーが中心となり、放置自転車のチェック、市内小中学校、さらには高校へ出向いて啓発活動を行ってきました。特に近鉄八尾駅前でのチラシ配布や声かけ活動は毎年行ってきました。2つ目は防災リベロです。自力では避難が難しい障害者は、ちゃんと避難できるか、避難所などで安心して過ごすことができるかなど、課題がたくさんあります。そんな課題や問題をみんなで出し合って、その解決策なんかを話し合いました。そしてそのほとんどが、その後の東日本大震災や相次ぐ災害を経験して、現在では解決すべき課題として各地で取り組まれています。そしてワーキング会議メンバーが障害ごとの防災マニュアルというものも作成しました。3つ目は冊子和の作成です。これは困っている人がいれば助けたい、でもどうしていいかわからないといったことを少しでも減らし、誰もが不便やハンディキャップを感じない街にしたいという思いで作ったものです。内容は目が見えない人、耳が聞こえない人など、いろいろな障害特性についてたくさんのイラストで描かれており、どんな人でも見やすい工夫がなされています。100% その人を理解することは難しくても、分かろうとする姿勢が大切で、一人でも多くそんな気持ちを持てば、どんな人にも住みやすい街になると思っています。ここからはワーキング会議メンバーで議論をしてきた内容を紹介します。ここでは2つほど紹介したいと思います。1つ目は
防災についてです。災害時に障害のある人がどうやって避難するか、避難してきた先で生活できるかなど、その課題や解決策などについて話し合いをし、避難所体験や防災グッズなどの展示をしました。こちらが避難所体験の様子です。こうした活動もワーキング会議では積極的に行っています。2つ目は障害者差別解消法についてです。この法律には大きく2つの内容があります。その1つ目は障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止です。もう1つは合理的配慮の提供です。これは障害のある人から対応を求められた場合、負担が重すぎない範囲で対応をすることです。この差別解消法は、共生社会の実現を目指したものです。この法律をいかに社会に広めるかが重要な、テーマとなっていきます。ここからは障害者フォーラムについて紹介します。障害者フォーラムとは、障害者理解を深めるため、ワーキング会議での取り組みの発表や作品展示などを行い、たくさんの方に障害について知ってもらおうと開催しているものです。今年度は新たな試みとしてこの動画を作成しました。動画を通して障害について多くの人に知ってもらいたいと思っています。また、障害者の主張というものも行っています。その名の通り、障害のある方が周りに知ってほしいこと、伝えたいこと、発表する場です。ここで過去に行った主張の中からワーキング会議メンバーが出演した内容について紹介をしたいと思います。皆さんこんにちは。私がですね、障害者フォーラムに参加しようと思ったきっかけなんですけども、高次脳機能障害者になりまして、病気のためにそれで仕事を失ったことがきっかけなんですね。生活のための福祉の制度っていうのはあるんですけれども、ただそれだけだとやっぱり人間って満足しないんですよ。人間ってやっぱり何が必要かって言ったら、仕事して人に褒められて人の役に立つ、そういうことが必要なんですね。実は私が着ているこの洋服、今まで予備校の講師していて洋裁なんてやったことなかったんですけど、これ私が自分で作ったんです。こういうふうに障害者でも何でもね、やろうと思ったら何でもできますのでね、ぜひね、障害者が役に立てる世の中、これから皆さんってね、作っていきましょう。以上です。私は視覚障害者です。よく白い杖を持って出かけます。その時に通りがかりの人を見つけて、すいません、どこどこに行きたいんですけどって言ったら、はい、あっちです、こっちですっておっしゃいます。あっちもこっちもね、私には見えないからわからないんですね。だから私にとって右ですか左ですかっていうふうにきちっと教えていただけますね。そういうふうにしてやっぱり私たち見えないってことを相手に分かっていただくために、どういうふうに主張したらいいかなっていうことをやっぱり自分で考えていろいろ工夫してるんですよ。ここからは令和3年度に行った取り組みを紹介します。今年度のワーキング会議のテーマはコミュニケーションです。コミュニケーションはお互いを理解するため必要なものであり、当然メンバーの関心は高いものとなりました。主な課題として、人と接する機会が少ない、新しいことを考えるのが難しい、どうしても消極的になってしまう、このような意見がありました。そして健常者メンバーの方から、一見しただけでは障害者とわからない人がいます。その人が何を求めているのかわからない、このようなご意見をいただきました。はい、また外見ではわからなくても周囲の方の配慮が必要であることを知らせるため、
ヘルプマークというものもあります。しかしそれだけでは何に困っているのかが分かりませんし、どうしてほしいかを伝えることが難しい人もいます。これらの課題を少しでも解決するための案として、障害者が自信を持って活躍できる場や周囲の人との関わる場を増やす、自信の意思を使えることが大事ですといった意見も出ました。ただそれ以上にお互いを理解し合う気持ちや、なんとかコミュニケーションを取ろうという姿勢がまずは大切だと改めて気づいたところです。最後にワーキング会議に参加して感じたことを聞いてみたいと思います。ねえねえ、ワーキング会議のメンバーになってどう思いました？たくさんと会えて楽しかったです。面白かったです。はい、いろんな方との出会いがあって本当に勉強になりました。でも一番良かったのは一緒に参加できたことです。楽しかったです。ありがとうございました。このワーキング会議に参加して感じたことは、私が耳聞こえへんだけではなくて、いろいろな人の障害、いろんな障害を持った方とお会いして、今世の中たくさんいらっしゃるということが分かって、私自身勇気づけられました。視覚障害者です。今私の目は明るいくらいしか見えません。でも八尾市教に入らせていただいて、視覚障害者ばっかりの中で生活させていただいたんですけどね、今こうして皆さんいろんな障害者の方と巡り合って、いろんな方に力をいただいて、そして今私が元気に生き生きと頑張っております。でまたこうしてね、近所の人たちと仲良くして、またみんな助けてもらったり助けてあげたりできるように、自分がこれから頑張っていきたいと思っております。最後に八尾市障害者基本計画ワーキング会議のアドバイザーである大阪府立大学田垣正邦教授からのコメントです。八尾市障害者基本計画ワーキング会議では、いろいろな立場の障害者の方々がお互いの経験を理解しようとしています。これにより会議が長い間続いてきました。会議は八尾市への政策提言のみならず、メンバー同士の連帯感や経験の共有になっています。全国的にも注目すべき取り組みです。撮影協力社会福祉法人維新福祉会共生空間つながり。ご視聴ありがとうございました。私たちの活動に少しは興味を持っていただけましたか？ワーキング会議のメンバーとして一緒に参加してみませんか？この後は作業所の紹介動画です。ここからは作業所の紹介動画です。私たちは八尾にある障害者作業所が集まってできた作業所等連絡会です。この場をお借りして作業所の紹介をします。これを見て少しでも障害を感じていただけたら嬉しいです。社会福祉法人未来派。特定非営利活動法人みのりコミュニオン木蓮。
今回紹介した作業所以外にもたくさんの法人があるので、少しずつですが紹介します。皆さんお気軽にお越しください。ピカピカ空港店、市役所店、あけぼのホーム、ワークスペースアスク、障害を持つ仲間と共に集う場ひまわり、カフェローアン、羽ばたき作業所、ライフサポート追原、市議福祉会、つむぎ、里の風、ワークスズラン。ご視聴ありがとうございました。